藤間でございます。今回はサンドボックスで送り人を目指そうという話をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株について毎日配信してますので、投資で、送り人になりたいという人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、まずね、仮想通貨でもありながらね、ゲームでもあるこのサンドボックスってそもそも何なのかっていうところを話していって、でこの、サンドボックスを、トレードできる、仮想通貨取引所について、解説します。でその最後に、長期的なチャット分析をしていきたいなと思います。そもそもサンドボックスっていうのはですね、もともと NFT ゲームなんですね。2012年に、NFT ゲームというか、オンラインゲームで、サンドボックスゲームっていう、ジャンルの一つなんですよね。サンドボックスゲームっていうのは、例えば、ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストみたいにね、クエストがあって、それを少しずつ進めていって、ストーリーを進めていくっていうわけじゃなくて、ユーザーそれぞれが自分でゲームを進めていくっていうタイプの、ゲームなんです。で、そのゲーム自体が、もともと2012年からあったんですけど、それのブロックチェーン版がね、できて、それで注目されているというところなんですよね。で、そのゲームの中で、サンドボックスのゲームの中でランドって言われている土地があってね、それをまず先行で、販売して、それもすでに完売してるんですけど、そのランドがあれば、その中でゲームができるっていうね、そういう仕組みになっているということです。で、そのゲームの中で使われる通貨が、サンドっていうね、仮想通貨になります。で、このサンドが、今年になってからめちゃくちゃ上がっていて、バイナンスに上場してからもそこからね、なんと200倍になってるという感じで、爆上げをしている状況になってます。で、時価総額はね、すでにね、仮想通貨全体でも48位まで上がってます。先月ぐらいまで70位ぐらいは推移してたんですけども、すでにもう50位以内に入っているということで、仮想通貨の中でももうね、主要コインになりつつあります。で、しかももう、このサンドボックスっていうゲームの中で使われるっていうね、もうその明確なその需要があるわけなので、このコインはね、もう下手したらもうめちゃくちゃメジャーなコインの一つになるかなと僕は思ってます。はい、そんなね、サンドボックスなんですけども、サンドボックスの中で、自分が作ったキャラクターとか、作品とかを、売買できるんですよね。それがNFT として、売り買いできるということになるわけなんですけども、その NFT を売買するのに日本の取引所のコインチェックが、使えると。コインチェックの中に、コインチェック NFT っていうののベータ版があるんですけど、この中でサンドボックスのゲームの中で、使っている、ものを、売買できるようになっているので、そういう本当にゲームをやってでそれでお金稼ぎたいという人がすることもできると。単純にそのサンドを買って売るっていうその仮想通貨の売買だけじゃなくて NFT に参戦して、それを NFT を自分で作ってね、それを売ってお金にするってこともできるので、そういうのに興味がある人はコインチェックのね、口座を登録してみるといいと思います。動画の説明欄にリンクあるので、コインチェック持ってない人は、この機会に登録しておくといいと思います。で、通常通り、仮想通貨として、売り買いしたいという人は、まずおすすめの取引所は、バイビットです。バイビットは、現物取引もできるし、レバレッジ取引も両方できるので、まずは、サンドボックス買いたいんだったら、バイビットはマストかなと思います。でもう一つは、バイナンスでもいいと思います。バイナンスは結構昔からね、トレードできますので、もう1年以上前かな、上場したのが。結構長いので、バイナンス使ってる人はバイナンスでもいいと思いますが、レバレッジ取引は確かできないので、レバレッジかけてやりたいっていう人は、バイビットの方がいいかなと思います。はい、で、このゲーム自体がね、結構そのメジャーになってきてるので、結構いろんな取引所でもね、やってます。他には、フォビでもあるし、ビットハンプとか、クーコインとかにも上場してますね。で、最後にね、サクッとチャート分析をしていきたいなと思うんですけども、これ撮っているのが、11月の、19日ですね。で、ちょうど今ね、猛烈に上がってきてます。週足で見た方がいいかな。週足で示そうと思うんですけども、
まだ1年前までね、めちゃくちゃ金額安かったんですよ。0.004 ドルとか。だから本当に、5円とかそれぐらいだったんですけど、もう今ね、すでに4ドルつけてるんですよね。だから本当に400円ぐらい。なんで本当にね、100倍ぐらいになりました。この辺ね、バイナンスのチャートなんですけど、バイナンスでこう横横してる、わかると思うんですけど、この辺はもう本当に4円とか5円とか、もっと安かったのかな3円とかもあったね。それぐらいもあったんですけど、この辺ぐらいからかな。2021年の2月ぐらい。ちょうど仮想通貨バブルがぐわーっと盛り上がった時に上がってきて、でその後ね、ちょっと仮想通貨全体がね、5月、6月ぐらいから低迷してから、一旦、それでも0.2 ドルとか、それぐらい、20円ぐらいまで落ちたと。ここが、2月3月盛り上がった時が、ちょうど100円ぐらいまで上がったということですね。100円ぐらいまで上がって20円ぐらいまで下がって、で、その後またね、NFT が注目されたり、メタバースが注目されたりして、結構上がってきて、それでもまた、100円ぐらいにね、もう130、40円ぐらいまで戻したと。で、押し目作って、今猛烈な上昇してる。で、今4ドルなんですね。450円ぐらい、なってますけども、僕はね、これ結論結構上がると思います。テクニカル的にはもう週足でも、RSI もね、かなり変わりすぎで、もう90ぐらいあるんですけど、90ぐらいあるんで、普通にこれ見たらもうね、売り時なんですけど、でも何回かね、深い調整しながらも結構上がってくると思います。それはね、やっぱり今後NFT ゲームっていうのが結構流行ってくるっていうのと、そのメタバースで遊ぶっていうね、そういう習慣がね、世界中についてくると。そのサンドボックスの中で、こう、疑似体験というか、疑似的な世界の中で、自分が作った NFT を売ってみたりとかね。その中で、何かその、目的を達成するゲームをやってみたりとか、そんな感じでメタバースも NFT もものすごく盛り上がる。で、このサンドボックスはそのメタバースも、NFT も両方兼ね備えているコインなんで、ファンド的にかなり上がってくると思うんですよね。でそう考えてきたら、今から買ってもね、しばらく持っとけば結構上がってくるんじゃないかなと僕は思ってますので、このサンドボックスは期待しています。はい。というわけで、今日はね、サンドボックスについて話をしてきました。今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨を購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤マナの YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして、Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。